のささやきの朗読やこれは3年前の夏の話です。今でもたまに思い出します。いや、正確には思い出してしまうっていう感じかもしれません。当時大学時代の友人たちと5人、いや4人で山奥のキャンプ場に行ったんです。今でもそこが一番気持ち悪いんですよ。最初、何人だったかがちゃんと思い出せないんです。その日は8月の終わりで、昼間はまだ暑かったんですけど、山に入ると急に空気が変わりました。湿っているというか、妙に冷たい風が吹いていて、運転していた拓也が、うわぁ、この辺めっちゃ雰囲気あんなって笑っていたのを覚えています。メンバーは俺、拓也、ケンジ、ナナ、ミホだったかな。いや、違う。確かミホは来ていなかった気もする。でも写真には写っているんです。そこも未だによくわからない。キャンプ場はかなり古い場所でした。山道を30分くらい走った先にある小さな湖のそば。ネットで見つけた格安キャンプ場で口コミもほとんどなかったんです。管理棟には60代くらいの男が一人いて、受付の時、俺たちの顔をじーっと見てきました。その視線が妙に嫌だったのを覚えています。そして拓也が、今日、他に客いますかって聞くと、管理人は少し間を空けてから、いや、とだけ答えました。その後俺たちの後ろを見ながら、奥の林には入るなよ、って言ったんです。拓也は笑って、熊ですかって返していましたけど、管理人は何も答えませんでした。サイトは湖のすぐ近くでした。木が多くて夕方になると急に暗くなる。電波もほとんど入らなくて、スマホは時々圏外になりました。でも逆に、それがちょっと楽しかったんですよ。焚き火をして、酒を飲んで、大学時代の話をして。拓也はずっとふざけているし、ケンジは相変わらず静かだし、ナナは、ここなんか嫌じゃないって何回も言っていました。その時は、怖がりだなぁ、くらいにしか思っていませんでした。夜の10時くらいだったと思います。俺、トイレ行ったんですよ。湖沿いの細い道を少し歩いた先にある古いトイレ。街灯も少なくてかなり暗かった。で、戻ってくる途中、ふと自分たちのサイトを見た時に違和感があったんです。テント多くないかって。俺たちは4人用テント1つとソロテント2つを張っていました。だから見えているはずなのは3つなんです。なのにその時一瞬だけ4つに見えたんですよ。暗闇の奥にカーキ色の古いテントが。軍隊で使うみたいな三角の古いやつ。でも瞬きをしたら見えなくなっていました。その時は酒のせいかと思ったんですよ。普通に。サイトに戻ると拓也が笑いながら、おっせえよって缶ビールを投げてきました。俺はそのまま、なあ、この辺りって他にも客いるそう聞いたんです。するとケンジが、いないって言われたろって即答しました。
でも俺はなんとなく気になって、さっき向こうにテント見えた気がしてさ、って言ったんです。その瞬間ナナの顔が少しこわばったんですよ。どんなって聞かれて、古い群幕みたいなやつ。って答えたら、ナナは黙りました。拓也は笑って、見間違いだろ、酔ってんじゃんって言ってたんですけど、ナナだけは暗い林の方をずっと見ていました。それからしばらくして、焚き火の火が弱くなってきた頃、ナナが急に言ったんです。ねえ。その声が妙に真剣で、全員そっちを見ました。ナナは少し黙った後、私たちって最初何人で来たっけって言ったんです。一瞬全員固まりました。そして拓也が、は ?4 人だろって笑ったんですけど、なぜか俺はその時すぐ答えられなかったんですよ。本当に4人だったっけって。そんな変な感覚があった。その時です。林の奥からジジって音が聞こえたんです。古いラジオみたいなノイズ音。全員そっちを見ました。暗闇の中、木々の隙間にあのカーキ色のテントが見えていたんです。しかも今度ははっきりと。さっきよりも近い。入り口が少しだけ開いていて、その奥に誰かがいた気がしました。林の奥にあった群幕は、焚き火の明かりが揺れるたびに、少しずつ形を変えて見えました。風なんてほとんどないのに、布だけがかすかに動いている。入り口は半分開いていて、中は真っ暗でした。誰かいる。全員、多分同じことを思っていたと思います。でも、誰も口にしませんでした。最初に動いたのは拓也でした。もう、ビビらせんなよ。そう笑いながら立ち上がって、スマホのライトを向ける。他の客だろ。こんな山奥なら普通にいるって。そう言って群幕の方へ数歩近づいた時でした。後ろからナナがかなり強い声で言ったんです。行かないで。あんな言い方、初めて聞きました。ナナは焚き火の前で震えながら、あれ、最初からいた気がする。って小さく言ったんです。その瞬間、空気が変わった。ケンジが急に舌打ちをして、もう寝ようぜって言いました。でもその声は明らかに焦っていたんです。結局その夜は全員ほとんど眠れませんでした。それは誰かが外を歩く音がしていたからです。ザッ、ザッって落ち葉を踏もうと、テントの周りをずっと、時々止まってはまた歩き出す。拓也は最初、動物だろ、とか言っていました。でも朝方には誰も喋らなくなっていました。音が近すぎたんですよ。まるで人間みたいに。そして翌朝、ほとんど寝てないまま外へ出ると空気が異様に重かった。曇っていて湖には霧が出ていました。俺、真っ先に林の方を見たんですよ。でも群幕はそこにはありませんでした。湿った地面があるだけ。でも、テントを張っていた跡だけは残っていたんです。円形に草が潰れていて、ペグを打ったみたいな穴まである。拓也はそれを見て、誰かいたんだろって言いました。
でも声に昨日みたいな余裕はなかった。朝飯の時、ナナが急に、写真見せてって言い出しました。昨日撮った写真です。焚き火を囲んで撮ったやつ。何気なくスマホを覗いた瞬間、背中が冷たくなりました。そこの端に人が映っていたんです。知らない男。カーキ色の服を着た痩せた男。こっちを見て立っている。全員しばらくは無言でした。拓也が笑おうとして、誰これって言ったんですけど、声が引きつっていました。で、その時、ケンジがボソッと、最初からいたじゃんって言ったんです。空気が止まりました。俺たち全員、その言葉を否定できなかった。確かに、いた気がしたんです。でも名前がわからない。どこで合流したのかも思い出せない。ナナが泣きそうな顔で、違うよってつぶやきました。一人増えたんじゃない。その時焚き火の灰が風で舞ったんです。ナナは震えながら続けました。一人減ってるの。その言葉を聞いた瞬間、頭の奥で何かがずれました。俺、思い出したんですよ。最初車2台で来た。5人だった。でも誰がいないのかがわからない。顔も名前も何も思い出せない。なのに全員、その事実だけを理解してしまった。ケンジが急に立ち上がりました。だから来るなって言ったんだよ。怒鳴るみたいに。でも俺たち、誰に言っているのかわからなかった。ケンジ自身も混乱しているみたいでした。あいつ、ずっと探してるんだよ。そう言った後、急に黙った。まるで自分が何を喋っているのかわからなくなったみたいに。耐えきれなくなって俺たちは撤収を始めました。誰も軍幕の話をしなかった。早く帰りたかった。でも片付けの途中でナナが急に動きを止めたんです。湖を見てた。その顔が真っ青だった。ねえ。俺たちも湖を見ました。水面に俺たちの姿が映っている。曇り空の下、ぼんやりと。そこまでは普通でした。でも映っている人数が一人多かった。俺たちの後ろにカーキ色の服を着た誰かが立っていたんです。その瞬間、湖面のそいつだけがゆっくりと首を傾けました。現実の後ろには誰もいないのに。俺たちは逃げるように車を出しました。その帰り道、誰も喋りませんでした。で、山を降りた頃、拓也が突然、なあって言ったんです。バックミラーを見ながら、さっきから後ろの車、ずっといるよな。俺も振り返りました。白い軽トラでした。山道に入った頃からずっと後ろを走っている。距離も変わらない。そして運転席にいたのはカーキ色の服を着た男でした。そいつ、窓越しにずっと笑っていたんです。今でも時々思います。あの日本当は誰がいなくなったのか。そして誰が代わりに来たのか。
この話は専門学校時代の友達から聞いた話です。本人は今でもその話になると急に黙るんですよ。最初はただの別れ話だと思っていました。でも違った。多分あれは最初から何かがいたんです。しかも一人だけ見えていなかった。その子はゆいって言います。当時22歳で付き合って3年くらいの彼氏がいました。彼氏の名前はりょう。優しいけどちょっと冷めたタイプだったらしいです。で、二人で山梨のキャンプ場に行ったんです。付き合って記念日だったとかで。場所はかなり山奥、湖の近くにある小さなフリーサイト。平日だったから人も少なかったらしいです。その日の天気は曇りでした。夕方くらいから妙に風が強くて、木がずっと揺れていた。ゆいはテント設営している時から、なんとなく嫌な感じがしたそうなんですよ。視線みたいな。でもりょうは全然気にしていなくて、こういう場所って雰囲気あるからな。って笑ってたらしい。そして問題が起きたのは夜でした。二人で焚き火をしていたとき、ゆいが湖の方を見たんです。そしたら木の間に女が立ってた。白いワンピース、長い髪。顔は暗くて見えない。でもこっちを見てるのだけは分かった。ゆいは固まったそうです。でもりょうは普通に喋っている。気づいていない。それでゆいが、ねえ、あそこって言った瞬間、女はスッと木の裏に隠れたんです。りょうはライトを向けながら、何もいないじゃんって笑っていたらしいです。でもゆいは確かに見た。しかも気持ち悪かったのが、その女は裸足だった。山の地面なのに。それからしばらくして、ゆいが一人でトイレに行った帰りです。サイトに戻る途中、また見た。今度はさっきより近く。木の陰から半分だけ顔を出していた。その瞬間、女と目が合った。ゆい曰く、その女は笑っていたらしいです。でも、口だけだった。目は全然笑っていない。ゆいは半泣きで戻って、いるって、さっきの女って、りょうに言ったそうです。でもりょうは少しイラついた感じで、お前最近、ちょっとおかしくないかってまで言ったらしい。そのあたりから空気が悪くなった。夜11時過ぎ、風がかなり強くなってきて、焚き火も消えかけていた。テントに入ろうってなった時、ゆいが凍りついた。テントの後ろ、少し離れた木のところにまた女がいた。今度は隠れていない。じっと立っている。しかも距離が近い。さっきより明らかに。ゆいは声も出なかったそうです。でもりょうは普通にペグを打ち直している。まるで本当に見えていないみたいに。その時女がゆっくりと腕を上げた。そして小さく手を振った。ゆいに向かって。ゆいが悲鳴を上げた瞬間、りょうが切れました。お前、いい加減にしろよ。かなり強く怒鳴ったらしいです。せっかく来たのに空気悪くすんなよ。だけどゆいは泣きながら、いるんだって叫んだ。でもりょうは、見えてんのお前だけだろって怒鳴り返した。その時です。後ろから女の声が聞こえた。かなり近くで。
やっと気づいた。ゆいは反射的に振り返った。でも、そこには誰もいなかった。ただテントの入り口が少し開いていたんです。さっきまで閉まっていたはずなのに。しかも中から誰かが入った直後みたいに、シュラフがゆっくりと沈んでいくのが見えた。シュラフがゆっくりと沈んでいく。誰も入っていないはずなのに。まるで見えない誰かが中に潜り込んだみたいに。ゆいはその場で固まったそうです。でもりょうは何も見えていないみたいでした。は？って顔をしている。ゆいだけが震えている状況に完全に苛立っていたらしいです。もう帰る。ゆいはそう言ったそうです。でもりょうは、こんな時間に山道を走れってか。って吐き捨てた。その言い方がかなり冷たかったらしくて、ゆいも意地になった。じゃあ一人で帰る。そう言って荷物をまとめ始めたとき、テントの中から、ふっって笑い声が聞こえた。女の声だった。かなり近く。二人とも動きが止まった。今度はりょうにも聞こえたらしいです。でもりょうはすぐに、風の音だろって言った。明らかに無理がある声で。その時にゆいは気づいていたそうです。りょうは見えてないんじゃない。見ようとしてないんだ。最初からずっと。その夜、結局二人は無言のままテントに入りました。ゆいは当然眠れなかった。りょうは背中を向けて寝たふりをしていたらしいです。それで夜中、多分2時くらい。ゆいは変な音で目が覚めた。ギー、ギー、と何かがテントの周りを歩く音。でも普通の足音ではない。裸足で湿った地面を引きずるみたいな音。ギー、ギー。止まって、また歩く。それがずっと続いていた。ゆいは怖くて動けなかった。その時耳元で、ねえ、と女の声がした。すぐ横から。ゆいは悲鳴を上げそうになったらしいです。でも、体が動かなかった。まるで、金縛りみたいに。声だけが近づいてくる。なんであなただけなの？意味がわからなかった。でも次の瞬間、ゆいは気づいたんです。テントの外からじゃない。その声は、りょうの背中側から聞こえてる。月明かりで、テントの中が少しだけ見えた。りょうは背中を向けて寝ている。そのすぐ後ろ、誰かがいた。白いワンピースの女。りょうにぴったりと張り付くみたいに座っている。髪が肩に垂れてた。でも、りょうは気づいていない。というより、女に抱きつかれたまま寝ているんだ。ゆいは声も出せなかった。すると女がゆっくりと顔を上げた。真っ暗な目でゆいを見て、口だけで笑った。その時女が小さく言ったそうです。この人、また置いていくから。次の瞬間、りょうが急に飛び起きた。あ！寝ぼけた顔。その瞬間女の姿は消えていた。でもゆいは耐えきれなくなって全部話した。今見たものを全部。ずっと女がいたこと。するとりょうは
急に黙ったらしいです。そして顔色を変えて、明らかに様子がおかしくなった。しばらくして亮が小さい声で言った。見たの？白い服。ゆいがうなずくと、亮は頭を抱えた。そして、やっと話したそうです。2年前に元カノと同じキャンプ場に来たことがあるって。その時夜に大喧嘩をしたらしいです。元カノが、帰るって言い出して。でも亮はかなり酒を飲んでいた。だから、勝手にしろやって一人で置いて寝た。翌朝、元カノはいなくなっていた。警察も来たそうです。山狩りもした。でも、結局見つからなかった。荷物だけを残して。ただ失踪する直前、管理人が白い服の女が湖の方を歩いていたのを見ていたらしい。ゆいが震えながら、それって言いかけたとき、テントの外でザッって音がした。二人とも凍りついた。ゆっくりと入り口を見る。そこには裸足の足が立っていた。泥だらけの女の足。その瞬間、亮が突然叫んだ。もういいだろう。泣きそうな声だったらしいです。謝ったじゃねえか。すると外から女の声が返ってきた。静かに。まだ一人足りない。次の瞬間、テントが外側からぐっと押された。女が入ってこようとしていた。ゆいと亮は荷物を掴んで、そのままテントを飛び出した。雨の山道を転びながら車まで走ったそうです。そして後ろからはずっと、裸足の足音が追いかけてきていた。なんとか車に乗り込んで逃げたとき、ゆいはバックミラーを見た。キャンプ場の入り口に女が立っていた。雨の中、ずぶ濡れで。でもその隣にもう一人誰か立っていたらしいです。男。顔は見えない。ただその男、亮と同じ服を着ていた。結局、その後二人は別れました。でも最後にゆいが言っていたんです。多分あの女、最初から亮だけ見えてたんだと思う。見えてないふりをしていただけで。この話は最初は、ただの胸くそな体験談だと思っていました。実際、途中まではそうなんです。でも、最後まで聞くとなんか違う。因果応報っていうには、妙におかしい部分があるんですよ。その男、仮に勝って呼びます。30代半ばくらい。今でも毎年同じキャンプ場に行っているそうです。たった一人で。しかも必ず二人分の準備をして。話は5年前、マサルには同棲していた彼女がいました。名前はアヤ。かなり仲は良かったらしいです。ただ、マサルは昔から少し問題があった。極端に自分優先なところがあったそうなんです。喧嘩になると相手を置いて帰る。連絡を切る。面倒な空気から逃げる癖があった。アヤはよく、いつか本当に一人になるよ。って言っていたらしいです。その年の秋、
二人は長野の山奥にあるキャンプ場へと行きました。紅葉で有名な場所だったそうです。ただ、その日は天気が悪かった。山へと入る頃には雨。しかもかなり強かったらしいです。キャンセルしようかという話も出た。でもマサルが、せっかく予約したし、って押し切った。キャンプ場は川沿いにある古い場所でした。サイト同士も離れてて、夜になるとかなり暗い。管理人は高齢の夫婦。受付の時、奥さんの方が妙なことを言ったそうです。夜、川の方には行かないでね。マサルが理由を聞くと、奥さんは少し黙ってから。呼ばれる人がいるから。って笑ったらしいです。あやはその時点でかなり嫌がっていたそうです。夜、雨はさらに強くなりました。風も出てきて、テントがずっとパタパタと鳴っていた。最初は普通に酒を飲んで話していたらしいです。でも途中から空気が悪くなった。原因はマサルのスマホ。通知が何回も鳴っていた。あやが、またあの子って聞いたんです。どうも職場の女の子と頻繁に連絡を取っていたらしい。マサルはめんどくさそうに、ただの後輩だって返した。でもあやは納得しなかった。雨音の中でどんどん言い合いになっていったそうです。それで最悪だったのがマサル。途中で完全に切れたんです。もう帰るわ。って、あやも怒って、じゃあ帰ればって返した。普通ならそこで終わる話です。でもマサル、本当に荷物を持って車に行こうとした。あやは最初止めなかったらしいんですよ。どうせ戻ってくるって思っていたから。でも、マサルはエンジンをかけた。その時あやが慌てて外へ出た。雨の中、ちょっと待ってって。でもマサル、そのまま車を出したんです。山道を降り始めて5分くらい。急に罪悪感が来たらしいんですよ。さすがにやりすぎたかなと思った。だから引き返そうとした。でもその時、道の真ん中に誰かが立っていた。雨の中、女、白っぽい服、うつむいている。マサルは急ブレーキを踏んだ。でも次の瞬間、その女はいなくなっていた。嫌な感じがして、急いでマサルはキャンプ場へと戻ったそうなんです。でも、あやはいなかった。テントは開いたまま、荷物もほとんど残っている。ただ、泥だらけの裸足の足跡だけが川の方へと続いていた。管理人夫婦も出てきて、すぐに警察を呼んだらしいんですよ。でも結局、あやは見つからなかった。そこからです、マサルがおかしくなったのは。最初の異変は1年前。同じ日、同じキャンプ場に一人で来た夜だったそうです。夜中、閉めたはずのテントの入り口が少し開いていた。風かと思った。でもその隙間から濡れた髪が見えていたんです。テントの入り口、わずかに開いた隙間から濡れた髪が垂れていた。雨なんて降っていない夜だったそうです。でも、その髪だけが妙に湿って見えた。マサルは動けなかったらしいです。心臓の音だけがやけに響いて。しばらくして、髪がスッと引っ込んだ。
その瞬間テントの外からザッと足音が聞こえた。裸足の湿った地面を踏む音。マサルは恐怖で外を見られなかったそうです。でも足音はテントの周りをゆっくりと回っていた。ザッ、ザッ、時々止まる。まるで中の様子を伺っているみたいに。で、しばらくしてテント越しに声が聞こえた。かなり近くで。なんで帰ったの？あやの声だった。それは間違いなく。その瞬間マサルは腰を抜かしたらしいんですよ。声が震えて、あやなのか？って聞き返した。でも返事はなかった。代わりにテントの布地に手の形が浮かんだ。外側から押し当てられたみたいに。細い女の手、水滴が布を伝って落ちてた。マサルは耐えきれなくなって外へと飛び出した。でも誰もいない。キャンプ場は静まり返っていた。月だけが出てる。ただ川の方から何かが聞こえた。笑い声みたいな女の声で、クスクスって。気づいた時には川の方へと歩いていたそうです。自分の意思じゃないみたいに。管理人の奥さんの言葉を思い出した。呼ばれる人がいるから。でも足が止まらない。川辺まで来た時、向こう岸に人影が見えた。白い服、長い髪、うつむいたまま立っている。あやだった。マサルは泣きながら謝ったそうです。ごめん。戻るつもりだったんだ。本当に悪かった。でも、あやは動かない。川の音だけがしてる。するとあやの横にもう一人立っているのが見えた。女、知らない顔。その隣にもまた一人。さらに一人。暗闇の中、女たちが並んでいた。全員白っぽい服を着て、全員裸足だった。その時、後ろから声がした。見ちゃった？管理人の奥さんでした。いつの間にか立っていたらしいです。奥さんは川を見ながらこう言ったそうです。あそこ、昔からいるのよ。置いていかれた人たちが。マサルは意味がわからなかった。でも、奥さんは続けた。喧嘩して置いていかれた人。帰るって言われた人。助け呼びに行くって一人にされた人。みんなあそこへ行くの。マサルは震えながら。あやは？って聞いた。すると奥さん、少し黙ってからこう言ったそうです。まだ決めきれてないのよ。あなたを連れて行くか、待つだけにするか。その夜、マサルは管理棟で朝まで過ごした。でも夜中にずっと聞こえていたらしいです。窓の外を歩く足音。ザッ、ザッ、時々止まる。そして女の声。ねえ、今度は置いていかないよね。それからです。マサルが毎年来るようになったのは。誰に言われたわけでもない。でも来ないとダメな気がするらしい。毎年同じ場所にテントを張る。必ず2人分の椅子を置く。食事も2人分。焚き火の前には空いた席を作る。そして夜になると誰も座っていないはずの椅子が少しだけ沈む。
最近の話です。マサルはある年から変なことを言い始めたらしい。今年は機嫌がいい。とか、今日は近くまで来てる。とか、完全におかしくなったと思われてた。でも去年、別のキャンパーが見たそうです。深夜マサルが焚き火の前で誰かと話をしていた。向かいの椅子には濡れた髪の女が座っていた。顔は見えなかった。ただ、ずっと笑っていたらしいです。マサルのことを見ながら。そのキャンプ場を見つけたのは、キャンプ場レビューをまとめている個人ブログだった。写真を見る限り、林間サイトで雰囲気も良く、料金もかなり安い。都内から車で2時間くらいの距離にあるのに、週末でも空きが多いと書かれていた。ただ気になったのが、レビューの数が妙に少なかったんだ。新しいキャンプ場というわけでもないのに、ネットの情報がほとんど出てこない。ブログの記事もどれも少し古かった。穴場ってやつじゃない？友人がそう言ってそこに決めた。山道をしばらく登った先にそのキャンプ場はあった。入り口に小さな管理棟があって古い木の看板が立っている。場内は思っていたよりも広くて区画も多かったが、実際にテントが張られているのは4組だけだった。受付で料金を払うと、管理人が場内の地図を広げながら説明をしてくれた。この辺りが平らで使いやすいです。水場とトイレはここ。夜は結構冷えるんで気をつけてください。一通り説明を聞いた後、管理人が地図を畳みながら、ふと思い出したように言った。あと、最近ソロの人多いんですよ。静かだから。今日も一人来てますよ。それが最初だった。指定された区画にテントを張って、一段落してから水場に行くと、先に一人使っている男がいた。年齢は40代くらい。背が高くて痩せている。深く帽子をかぶっていて、顔はあまりよく見えなかった。大きなバックパックと使い込まれた道具が並んでいて、慣れている人なんだな、というのはすぐに分かった。男はまな板を出して肉を切っていた。大きな肉の塊を黙々と小さく切り分けている。ソロキャンプにしては量が多いなと思った。クーラーボックスもやけに大きい。こちらが水を汲んでいると、男がこちらを見ないまま言った。ここって静かでいいですよね。人も少ないし。それだけを言うと、また肉を切る作業に戻った。包丁がまな板に当たる音だけが水場にずっと響いていた。トントン、トントンと妙に一定のリズムだった。夜になると本当に静かだった。騒いでいるグループもいないし、音楽を流している人もいない。焚き火の音と、たまに誰かが薪を動かす音がするくらいだった。そして夜中にトイレに起きた。テントの外に出ると、林の中は真っ暗で、ランタンの光が点々と見えるだけだった。他のサイトはもうほとんど寝ているみたいで、明かりも少なかった。でも、一箇所だけまだ明るいところがあった。それは昼間、水場で会った男のサイトだった。近くを通ると、またあの音が聞こえてくる。トントン、トントン。昼と同じ包丁の音だった。こんな時間まで肉を切るのか、と思って少し不気味だったが、ソロキャンプで夜更かしをする人もいるか、くらいにその時は思ったんだ。トイレから戻る途中、俺は少し気になって男のサイトの方を見た。
男は座ったまま下を向いてずっと何かを切っていたんだ。ランタンの光で手元だけが明るく見えた。その周りにはラップに包まれた肉の塊がいくつも並んでいた。昼間見た時よりも明らかに量が増えているように見えた。次の日の朝、早く目が覚めた。まだ他の連中は寝ていたので、俺は一人で水を汲みに行った。水場の近くから山の奥へ続く細い道があるのに気づいた。俺は散歩でもしようかと思って少しだけ歩いてみたが、すぐに林が深くなって、あまり人が入る感じの道じゃなかったので、途中で引き返した。キャンプ場に戻る途中、前の方から誰かが歩いてきた。あの男だった。山の方から戻ってきていた。帽子をかぶって昨日と同じ服で同じバックパックを背負っていた。ただバックパックが少し膨らんでいるようにも見えた。男は自分を見ると少しだけうなずいて、そのまま横を通り過ぎていった。だけどすれ違った時、少しだけ生臭い匂いがしたんだ。魚か肉か、そういう匂いだった。テントに戻って朝飯を食って、昼前には片付けを始めた。帰る準備をしていると友人がふと言った。そういえばさ、あのソロの人、車どこに止めてるんだろうな。言われてみれば、駐車スペースを見たが、それらしい車が見当たらなかった。もう帰ったんじゃない？俺はそう言ってその時はあまり気にしなかった。帰りに受付に寄って管理人に一応挨拶をした。ソロの人ってもう帰ったんですか？俺が管理人に言うと少しだけ考えるような顔をしてから言った。ああ、あの人ですか。いや、まだいると思いますよ。その時少しだけ意味がわからなかった。車なかったよなって思ったんだ。だけど管理人は少しだけ笑ってこう言ったんだ。まああの人毎週来てますから。だいたいいつもいるんですよ。そしてそのキャンプ場にもう一度行ったのは1ヶ月後だった。メンバーは前と同じ3人。特に理由があったわけではないが、予約が取りやすくて静かで料金も安い。結局またそこにすることにしたんだ。山道を登って入り口の看板が見えたとき、少しだけ嫌な感じがした。理由は自分でもよくわからなかったが、あのソロキャンパーのことを思い出していた。受付で管理人に名前を言うと、管理人は、ああ、この前も来てましたよね、とだけ言った。その後場内の地図を出しながら、何気ない調子でこう言った。そういえば今日も来てますよ。何がとは言わなかったが、誰のことを言っているのかはすぐに分かった。区画に行くと、やっぱりいた。前と同じ場所に同じ色のテント、同じタープ、同じ椅子、同じあのでかいクーラーボックス。まるで前回帰った後、そのままずっとそこに置きっぱなしにしていたみたいに何も変わってはいなかった。でもそんなわけはない。ここは普通に予約制のキャンプ場だし、同じ区画をずっと一人で取り続けるなんて普通はできない。まだいるな。友人も気づいて小さな声で言った。夕方水場に行くとまたあの男がいた。前と同じように肉を切っていた。大きな塊を小さい塊に同じリズムで切り分けている。前と同じ音だった。クーラーボックスの中にはラップに包まれた塊がいくつも入っているのが見えた。その時友人の一人が小声で言った。この人さ、ずっと肉切ってない？冗談っぽく言っただけだったけど、妙に引っかかった。そういえば前も夜中までずっと切っていた。朝は山の方から戻ってきていた。
じゃああの肉はいつ買い出しに行っているんだ。車も見ていないし。その日の夜、俺はまたトイレに起きた。テントの外に出ると、やっぱり静かで、ランタンの明かりもほとんど消えていた。そしてあの男のサイトだけが明るかった。また包丁の音がしている。昼も夜も、前に来た時もずっと同じことをしている。俺はトイレに行って戻る途中、今度ははっきりと聞こえた。足音。砂利を踏む音がゆっくりと近づいてきた。ザッ、ザッ、ザッと。自分のテントの方だと気づいて少しだけ足を止めた。暗い林の方から足音が近づいてきて、そのまま自分たちのテントの前を通り過ぎた。その時、ランタンの明かりの外側、暗いところに人影が見えた。背が高くて帽子をかぶっていた。あの男だった。でもどこにも行かない。自分たちのテントを通り過ぎて、少し行って、また戻ってきて、テントの周りをゆっくりと歩いていた。テントの中に戻った後も、しばらくその足音は続いていた。朝起きてテントの外を見ると、地面に足跡が残っていた。自分たちのテントの周りだけをぐるっと回るように何周もした足跡だった。昼前受付の前を通った時、管理人が一人で座っていた。俺は少し迷ったが聞いてみることにした。あのソロの人、毎週来てるって言ってましたよね。管理人は少し黙ってから言った。来てるっていうか、ずっといるんですよ。俺は意味がわからなくて聞き返した。え？ずっとってどういうことですか？いや、だから、ほとんど帰らないんですよ、あの人。たまにいなくなって、また戻ってきて、またしばらくいる。もう3年くらいになるかな。チェックインしてるところ、見たことないんですか？そう聞くと管理人は首を横に振った。いやー、それがないんですよ。でも受付に封筒が置いてあるんです。利用料って書いてあって、だからまあいいかなと思って。管理人は少しだけ笑って、それからこう言った。あの人、来る人のことよく見てるんですよ。特に何回か来てる人のこと。その時嫌な感じがはっきりとした。覚えるの早いんですよ。車とか、人数とか。管理人はそこで言うのをやめて、代わりにこう言った。まあ静かにしてくれる人なんで、こっちとしては助かってるんですけどね。その日の夕方、炭を捨てに行くとき、男のサイトの横を通った。男はちょうどクーラーボックスを開けて、中を整理していた。その時一瞬だけ中が見えた。ラップに包まれた塊がいくつも入っていた。その一つからラップの端が少しだけ外れていて、中のものが少しだけ見えていた。肉だと思った。でも色が少し変だったんだ。赤じゃなくて白っぽくて、ところどころ黄色っぽかった。それに形も変だったんだ。切り身というより曲がったままの形をしていた。それは指みたいに見えた。と思った瞬間、男が突然蓋を閉めた。男は何も言わなかった。ただ自分の方を少しだけ見ていた。そしてその日の夜、また足音がした。ザッ、ザッ、ザッと足音がテントの前で止まる。しばらく何の音もしなかった。テントの薄い布一枚の向こうに人が立っている気配だけがある。だけどしばらくすると足音が離れていった。その時友人の一人が小さい声で言った。あの人さ、俺らが前来た時もいたよね。
そしてもう一人が言った。うん。前来た時、もう一組、二組いたの覚えてる？言われて思い出した。少し離れた区画に男二人のキャンパーがいた。夜焚き火のところで少しだけ話した記憶がある。あの人たちも何回か来てるって言ってなかった？そこまで聞いて、なんとなく嫌な想像をしてしまった。でもさ、今回あの人たちいないよな。その日の夜はほとんど眠れなかった。足音は一度だけではなくて、夜中に何度も聞こえた。テントの周りを歩く音、そしてゆっくりと同じ速さで何周もしているんだ。ザ、ザ、ザ。音が止まるときは、だいたいテントの入り口の前だった。誰も何も言わなかったが、三人とも起きているのは分かっていた。ようやく朝になって外に出ると、やっぱり足跡が残っていた。自分たちのテントの周りだけ、円を描くみたいに何周も。それを見て、もう一泊する予定だったけれど、全員同じことを言った。もう今日は帰ろうか。誰も理由は言わなかった。片付けをしているとき、管理人が軽トラックで見回りに来た。あれ？今日までじゃなかったでしたっけ？いや、それがちょっと予定変わって、今日帰ることにしたんです。そう言うと管理人は少しだけこっちを見て、それから小さい声で言った。夜、歩いてました。そして俺たちは少し黙ってから、はい、とだけ答えた。管理人は少しだけ迷うみたいな顔をしてから言った。あの人夜になると見て回るんですよ。何回か来てる人のところ、順番に。そこで言葉を切って代わりにこう言った。まあトラブルは起こしたことは一回もないんで、今までは。その今まではがずっと引っかかった。車に荷物を積んでいるとき、あの男がこっちに歩いてきた。そして初めて向こうから話しかけてきたんだ。あれ、帰るんですか？はい。キャンプ好きなんですね。その前もいましたよね。回数を正確に言われた。自分たちがここに来た回数と、それは同じだった。そして男は少し笑って言った。すぐ覚えちゃうんですよ、人のこと。それだけ言うと、また自分のサイトに戻っていった。最後に受付に寄ってから帰ることにした。管理棟の中に管理人がいて、帳簿みたいなノートを見ていた。俺たちは清算して、また来ます、と言いかけてやめた。代わりに聞いた。前に来た時、ここにいた二組いましたよね。管理人は少しだけ考えてから言った。ああ、男二人の。あの人たちって何回か来てた人たちですよね。最近来てないですよね。管理人はしばらく黙っていたが、やがて小さな声で言った。キャンプって急に来なくなる人多いんですよ。来なくなる理由、いちいちわからないですしね。それからボソッと付け足した。来てた人来なくなって。来てた人来なくなって、しばらくするとあの人、肉の量が増えるんですよ。何を言われているのかすぐには理解できなかった。理解したくなかったという言い方の方が近い。その日の帰り道、しばらく車の中で誰も喋れなかった。高速に乗る前コンビニに寄って昼飯を買って駐車場で食べた。その時に友人が急に言った。なあ、あの人の車さ、
見たことある？言われてゾッとした。一回も見てないんだ。じゃああの男はどうやってあそこに来て、どうやって帰るんだ？その日の夜家に帰ってから、俺はなんとなく気になって、あのキャンプ場の名前を検索した。あまり情報は出てこなかったが、古いブログが一つだけ出てきた。個人のキャンプブログで何年も前の記事だった。そのキャンプ場に行った時のことが書いてあった。記事の最後の方にこう書いてある。そういえば、いつもいるソロキャンパーのおじさんがいた。その人のことを管理人さんに聞いたら、もう何年もほとんどずっといるらしい。そう言われたんだ。まあちょっと怖いけど、悪い人ではなさそうだ。だけどすごい量の肉をいつも切ってた。そこまで読んでスクロールをすると、キャンプ場で撮った写真が何枚か貼ってあった。集合写真みたいなやつだった。何人かのキャンパーが一緒に写っている写真。その写真の端に少し離れたところで椅子に座っている男が写っていた。深く帽子をかぶったあの男だった。そして写真の下にはこう書いてあった。写真に写っている人たち、この後何人か来なくなったらしい。偶然だとは思うけど、なんかちょっと気味が悪い。そこまで読んだところで変なことに気づいた。その写真に写っている人数が、ブログに書いてある人数より一人多かったんだ。ブログには、この日は5組で10人くらいだったと書いてあるのに、でも写真にはどう見ても11人写っていた。その一人は他の人たちから少し離れた一番端に立っていた。それは帽子を深くかぶった男だった。それから自分たちはそのキャンプ場には行っていない。でも今でも時々思い出すんだ。あの男が言った言葉。すぐ覚えちゃうんですよ、人のこと。あの時あの男が覚えていたのは、顔と名前ではなくて、体の大きさとか重さとか、どれくらいの量になるか、そういうことだったんじゃないかなって。一人で山に入るのは、これが3度目だった。街の明かりも、人の声も届かない。標高の高い林間の沢沿い。ソロキャンプを始めてからというもの、人気のない静けさこそが心地よくなり、わざと誰も寄りつかないような場所ばかりを選ぶようになった。その日も日が落ちる前にテントを張り終え、焚き火の準備を済ませていた。冷え始めた空気の中で湯を沸かし、コーヒーをすすりながら一人きりの夜が始まるのを待っていたとき、足元の落ち葉の中にそれが見えた。黒ずんだ鉄のランタン。形は古く、持ち手の部分が歪んでいるのに、不思議と壊れてはいなかった。誰かの忘れ物にしては、錆が深く、長い年月、そこに埋もれていたように見えた。拾い上げると、ずっしりと手に重みが伝わる。中には乾いた芯が残っていて、まだ火は入るかもしれないと、そう思った。その夜、山の静けさは、時に不安を呼ぶ。風がないのに枝が揺れ、動物では説明のつかない音が遠くで響く。心細さを紛らわせるように、俺はあの黒いランタンに火をつけてみることにした。
芯にライターの炎を近づけると、3度目でぼーっと蒼白な光が灯った。その瞬間、周囲の空気がピタリと止まった。焚き火よりも冷たい光が森を照らし、輪郭の外、闇との境目に誰かが立っているような、そんな気配がした。火を灯した瞬間から山の空気は変わっていた。風は止まり、虫の声も消え、焚き火のはぜる音だけが乾いた響きを夜に刻んでいる。蒼白なランタンの光は周囲を広く照らすほどの明るさではない。だが闇との境界線をはっきりと浮かび上がらせていた。その緑の線の向こう側に何かがいる。そうとしか思えなかった。最初は気のせいだと思った。山では木の形や岩の影が人影のように見えることはよくあることだ。しかしそれは違った。立っているそれは木々よりも高くも低くもない。人の背丈ほどの高さで、形だけがぼんやりと浮かんでいる。輪郭はあるのに中身がなく、炎の光を吸い込んで揺れていた。数分ほど目を離してから再び視線を向けたとき、そいつは少し近づいていた。風が吹いた形跡も枝が折れる音もなかった。ただ俺のテントの距離だけがさっきよりも縮まっている。心臓が嫌な鼓動を打ち、口の中が乾いた。頭では木の影に違いないと何度も繰り返したが、視界の端では確かに何かが動いた。それは夜が進むにつれ、影は増えていった。最初は一つだったものが、いつの間にか二つ、三つと光の輪の外に立ち並んでいる。どれも同じような輪郭で微動だにしない。ただじっとこちらを見ているとしか思えなかった。だがこの山には誰もいない。来る途中、他の登山客もキャンパーも見ていない。ならばあれは誰だ？いや、誰なのか。それすらわからない輪郭を前に、俺はランタンを消す勇気も、焚き火から目を離す余裕も失っていた。あの影が本当にそこにいるのか、それとも光と闇が作り出した錯覚なのか。どちらにせよ、このままでは眠れそうになかった。俺は意を決してランタンの火を吹き消した。蒼白な光がふっと消え、辺りは焚き火の橙色だけに照らされる。光が減れば影も消えるはず、そう信じていた。ところが影はそのままだった。いや、むしろはっきりとした。輪郭は闇の中でも崩れず、まるで自分自身がわずかな光を放っているかのように、形を保ったままじっと立っている。
3つあったはずのそれはいつの間にか5つに増えていた。背の高さも形もバラバラで動きはない。それでもそこにいるとしか言いようがなかった。やがて音が聞こえ始めた。カサカサっと落ち葉を踏むような音が奥から絶え間なく近づいてくる。動いているのは一つではない。足音は10を超えていた。だが目には5つの影しか映らない。見えないものが歩いている。そう理解した瞬間、背筋が冷たくなった。焚き火を囲む闇の緑はじわじわと内側へ迫り、テントの布をかすめる距離まで影が近づいてくる。目を凝らすと輪郭の中が空洞であることに気づいた。そこは何もないのではない。何かが内側からこちらを覗いているんだ。穴の奥で光がわずかに瞬き、次の瞬間、ふっと消えた。その瞬間、焚き火が大きくはぜて、火の粉が宙に舞った。影は一斉に離れ、まるで風に吹かれた煙のように形を歪ませながらじりじりと引いていった。やがて足音もやみ、森は再び静けさを取り戻すように見えた。だが耳の奥ではまだカサカサっと落ち葉を踏む音が続いていたんだ。テントのすぐ外から。耳の奥で続く音は夜が更けるほどに近づいてきた。テントの布越しに乾いた落ち葉を踏みしめるかすかな圧が伝わってくる。外に何かがいる。それは確実だった。だがどうしても幕を開けて確かめる勇気が出てこない。もし本当に誰かが立っていたら、そのままここに戻ってこられないような、そんな気がした。どれほど時間が経ったのかわからない。やがて音は止んだ。森の静寂が戻り、風も虫も何一つ響かなくなった。ようやく息を吐き、意を消してテントのファスナーを下ろした。外はまだ暗く、焚き火は細くなった炎を揺らしている。影はいなかった。あの輪郭も人の形をした空洞も跡形もなく消えていたんだ。ただ地面の上には小さなものが一つ落ちていた。拾い上げて息を飲んだ。あの黒いランタンだった。昼間拾ってさっきまで手元にあったはずのそれが、なぜだかわからないが焚き火の向こう側に転がっている。俺は使った後、確かにテントの入り口脇に置いた。夜の間、誰かがそれを持ち出さない限り、そこにあるはずがない。辺りを見回しても、人の気配はどこにもない。足跡も
折れた枝も見当たらない。ただ、地面に散らばった落ち葉が円形に踏み固められていた。まるで何かが焚き火を囲んでじっと立っていたかのように。明け方、撤収を終えて山を降りるとき、背後で風が吹いた。その風の中でランタンの芯が誰も触れていないのにぼーっと青白く光った。あの光は今でも覚えている。炎というより誰かの目のような、こちらを見ているような、そんな光だった。あれは自分が小学4年生の夏だった。家族で山奥のキャンプ場に行った時の話だ。山のかなり奥にある古いキャンプ場で、近くに店も自販機もなかった。昼は川で遊んで、夜はバーベキューをして、どこにでもある普通の家族キャンプだった。キャンプ場もそれほど広くなくて、子供も10人くらいしかいなかったから、昼のうちにはだいたい全員の顔は見ていたと思う。夜になると子供だけ集められて、虫取りイベントに参加をすることになった。親たちは広場で待っていて、子供だけで林に入るイベントだった。夕方、受付の前に子供が集められて、スタッフの一人がルールを説明した。いいですか？約束を絶対に守ってくださいね。林の奥には行かないこと。白いテープが巻かれている木には近づかないこと。何かを見つけても一人で離れないこと。そこまでは普通の注意だった。でも最後にスタッフが少しだけ声を低くして言った。顔のあるクワガタを見つけても絶対に捕まえないでください。何人かが笑って、誰かが、顔の模様ってことって聞いた。だけどスタッフは少し黙ってからこう言った。見ればわかります。とにかく捕まえないでくださいね。その後変なことをされた。ぐらぐらしてる歯がある子はいる？あと爪が伸びている子は今切っておこうか。この紙に自分の名前を書いてね。順番に名前を書かされて、スタッフが一人ずつ紙と顔を見比べていた。最後に子供だけで写真を撮った。その時のスタッフが人数を何回も数え直していた。虫取りイベントは完全に暗くなってから始まった。子供たちは懐中電灯を持たされて、スタッフの後ろに並んで歩いた。山の中は少し霧が出ていて、光が白くぼやけていた。木からは樹液の匂いがして、カラスの鳴き声が時々聞こえてくる。歩きながらふと前を見て気づいた。列の中に見たことのない顔の子がいたんだ。昼間に川で遊んだ時も、バーベキューの時も、あんな子は見ていなかった。キャンプ場は広くなかったし、子供も多くなかったから見ればわかるはずだった。その子は帽子を深くかぶって虫かごを持っていた。誰とも話さずずっと下を向いて歩いていた。でもスタッフはその子の名前を普通に呼んでいたんだ。ほら高柳、前に行き過ぎるなよ。その子は小さく返事をした。だからどこかの家族の子なんだろうなと思った。林の中の少し開けた場所でスタッフが振り向いていった。いいか、もう一回言うぞ。顔のあるクワガタを見つけても絶対に捕まえるなよ。少し静かになって誰も笑わなかった。その時列の後ろの方で
小さな声がした。毎年いるんだよ、捕まえるやつ。その声のした方を見ると、あの昼間見ていない顔の子が立っていた。その子は虫かごの中を覗きながら、こっちを見ずに言った。捕まえると、来年もここにいなきゃいけなくなるよ。その時何を言っているのかよくわからなかった。誰も何も言わなかったし、スタッフも何も言わなかった。すると少しして林の奥の方から、カリカリと木を引っかくような音が聞こえてきた。何人かの子供がその音の方へと歩いて行ってしまった。その中には自分の友達もいた。そしてその夜あいつが顔のあるクワガタを見つけたんだ。林の奥から聞こえたカリカリという音の方へ何人かで歩いて行った。懐中電灯で照らすと樹液が出ている太い木があって黒い虫が何匹も集まっていた。カブトムシとノコギリクワガタがいた。その中に一匹だけやけに大きいクワガタがいた。友達が、あれでかいと言って木に近づいた。そのクワガタが光を当ててもほとんど動かなかった。友達がそのクワガタを指でつまんで持ち上げた。その時友達が、あれと言った。なんかこれ変だ。何が変なのかわからなくて懐中電灯で照らした。クワガタの背中の模様が見えた。それは人の顔みたいに見えたんだ。目と鼻と口みたいな模様があって、まるで笑っているみたいな顔に見えた。ただの模様にしては妙に立体っぽく見えた。その時後ろから声がする。それ、逃がした方がいいよ。振り向くと、あの昼間に見ていない顔の子が立っていた。暗くて顔はよく見えなかったけれど、その子は虫かごを胸の前で抱えていた。それ、顔があるから。友達は笑って、ほんとだ、顔みたい、と言いながら、そのまま虫かごに入れた。その瞬間、後ろから強い光が当たった。スタッフの懐中電灯だった。スタッフは虫かごの中を見て、少しだけ嫌な顔をした。見つけちゃったか。怒っているわけではなくて、困っているみたいな言い方だった。それ、後で逃がそうか。だけど友達は、やだ、持って帰る、と言ったんだ。スタッフは少し黙ってから、そっか、とだけ言った。その時に横にいたあの子が小さな声で言う。今年は君なんだね。友達は、何がと聞き返したけど、その子はもう何も言わなかった。その後に笛が鳴って、全員一度広場に戻ることになった。戻る途中に友達が虫かごを揺らすと、中から、コツ、コツっと音がした。元気だな、こいつ。友達はそう言ったけど、その音は虫が暴れている音ではなくて、硬いものがぶつかっているような音に聞こえた。その夜、テントで寝ていると、外を歩く音が聞こえた。砂利を踏む音がテントの周りで止まったり、少し歩いたりしていた。その後テントのすぐ横で、カリカリと音がした。木ではなくて、もっと近く、地面かテントのすぐ外から聞こえる音だった。友達も起きていて、小さい声で言った。なあ、虫かごの音じゃない？友達の枕元に置いてあった虫かごから、コツコツ、カリカリという音がしていた。まるで中から何かが硬いもので引っかいているみたいな音だった。次の日の朝、友達の様子が少し変だった。ぼーっとしていて、
あまり喋らなくなっていたんだ。友達のお父さんが、ほら、朝飯だぞ、と言っていたとき、友達は少し黙ってから言った。おじさん。その場にいた全員が一瞬だけ変な空気になった。何言ってんだ。父さんだろって笑っていたけど、友達は困った顔で何も言わなかった。その後紙に自分の名前を書くときも、少し考えてから自分の名前を書いていた。でも虫取りイベントの話になると、急によく喋った。この辺、ミヤマもいるんよ。樹液出てる木、もっと奥にもあった。白いテープの木の向こうにも、でっかいのいる。その場所は、昨日スタッフが行くなって言っていた場所だった。帰る前スタッフが子供たちを並ばせて、また人数を数えていた。一人ずつ顔を見ながら、ゆっくりと数えていた。その時スタッフが小さな声で言った。よし、今年も大丈夫だな。何が大丈夫なのかは、その時はわからなかった。帰りの車で、友達はずっと虫かごを膝の上に乗せて、中のクワガタをじっと見ていた。そのクワガタの背中の顔が、少しだけ友達の顔に似ている気がした。あのキャンプから帰った後、友達は少しずつ変わっていった。前より喋らなくなって、学校でも一人でいることが多くなった。でも虫のことだけは異常に詳しくなっていて、先生よりも昆虫の名前を知っていた。だけどしばらくして、その友達は引っ越したと聞いた。それからは一度も会っていない。大人になってからふとあのキャンプ場のことを思い出して、名前を検索してみた。キャンプ場の名前はまだ残っていて、今も営業しているみたいだった。でも少し調べているうちに変な記事を見つけた。昔の新聞の記事だった。山で子供が行方不明になったという記事だった。記事にはこう書いてあった。山の中で子供のものと思われる虫かごが見つかった。中にはノコギリクワガタが一匹と、人の乳歯が数本、小さな爪、束ねた髪の毛が入っていたと。俺は気持ち悪くなってそれ以上は読めなかった。でも気になってさらに調べた。古いブログや掲示板にあのキャンプ場のことが少しだけ書かれていた。虫取りイベントの前に爪を切られた。歯が抜けそうな子はスタッフに何か言われた。子供だけ写真を撮られる。虫かごをスタッフに預ける時間があった。顔のあるクワガタを捕まえた子が次の日から変になった。そこまで読んだ時に思い出した。虫取りイベントの説明の時、スタッフが言っていた言葉。顔のあるクワガタを見つけても捕まえないでください。ただの気味の悪いルールだと思ってた。でも違った。捕まえたらいけなかったのは珍しい虫だからでも危ない虫だからでもなかった。大人になってからキャンプ場のブログに載っていた昔の虫取りイベントの写真を見つけた。子供たちが並んで虫かごを持って写っている写真だった。その写真の端に机が写っていた。机の上に透明なケースがいくつも並んでいた。中にはクワガタが入っている。その中の一匹だけ背中に顔のあるクワガタがいた。よく見るとその机の上にクワガタのケースとは別に小さなプラスチックの箱が置いてあった。それは乳歯を入れるケースだった。その横に爪切りと輪ゴムで束ねた髪の毛が置いてあった。そこで俺はやっとわかった。顔のあるクワガタは模様なんかではなかったんだ。歯と爪と髪の毛で人の顔を作っていたんだ。毎年虫取りイベントで顔のあるクワガタを山に放す。それを捕まえた子供から歯と爪と髪を取る。
そしてまた新しい顔のあるクワガタを作る。だからスタッフは言っていたんだ。顔のあるクワガタを見つけても捕まえないでください。あれは優しさじゃなかった。次の顔になるから捕まえるなって意味だったんだ。あのキャンプの写真を最後にもう一度だけ見た。子供たちの後ろにスタッフが立っている。そのスタッフの一人後ろに帽子を深くかぶって虫かごを持っている子供が写っていた。その子の顔を見たとき、やっと思い出した。虫取りの列にいた昼間見ていない顔の子だった。その子は少しだけ口を開いて笑っていた。その子の前歯が一本もなかったんだ。高校3年の夏休み、俺たち5人はキャンプに行くことになった。メンバーは、俺、匠、蓮、ゆうた、たける。中学の頃からいつも一緒につるんでいる連中だった。行き先は山の中にある小さなキャンプ場だった。近くには川が流れていて、周りには林しかない。電波もほとんど入らないような場所だった。こういう場所に行こうと言い出したのは匠だった。高校のうちに一回くらいちゃんとキャンプしとこうぜ。ただそれだけの理由だった。昼過ぎに着いてテントを立てて火を起こして肉を焼いた。ゆうととたけるは火起こしで騒いで、蓮は黙って川を見に行って、匠はずっとスマホで写真を撮っていた。俺はというと特に何をするでもなく、少し離れたところから川を眺めていた。その川は思っていたよりも流れが速くて、深いところは底が見えなかった。水の色が濃い緑というか、黒に近い色をしていた。石を一つ拾って川に落としてみた。ポチャンという音がしてすぐに見えなくなった。そしていつの間にかユータが横に立っていた。ユータは川を覗き込みながら少し嫌そうな顔をしていった。俺さ、こういうところちょっと苦手なんだよね。え？どうして？って聞くと、ユータは少し笑っていった。下見えないとさ、なんかいそうじゃん。足とか掴まれそうで。冗談っぽく言ってたけど、ユータはそれ以上川に近づこうとしなかった。その時蓮が戻ってきて言った。この川って昔流された人がいるらしいよ。管理人から聞いた話らしかった。ずっと前に子供が流されてしばらく見つからなかったらしい。見つかったのは少し下流の岩が多い場所だった。岩と岩の間に体が挟まった状態で見つかったらしい。そこで蓮は少しだけ間を空けてから言った。見つかった時、笑ってたんだって。タケルが、え？と声を出した。蓮は少しだけ笑いながら説明した。溺れた人は苦しそうな顔ではなくて、口が開いたまま固まって、笑ってるみたいな顔になることがあるらしい、という話だった。その話を聞いてから、なんとなくみんなあまり川に近づかなくなった。夕方になって山の向こうに日が沈むと、急に周りが暗くなった。街灯なんてものはなくて、テントのランタンの光だけがやけに明るく見えた。やることもなくなって誰かが言い出した。肝試しをしようと。キャンプ場から少し上流に行くと古い橋があるらしく、そこまで行って戻ってくるだけという単純なものだった。懐中電灯は2本しかなかったから2人ずつで行くことになった。順番は最初に俺とユータ、次に匠と蓮、
タケルはテントで待っている係になった。夜の山は思っていたよりずっと暗かった。ライトを消したら本当に何も見えなくなる暗さだったんだ。橋までは川沿いの細い道を歩いていく。右側が林で左側が川。ずっとザーっていう川の音がしていた。橋に着いてからは写真を撮って少しだけ休んで、俺たちは来た道を戻り始めた。帰り道は行きよりも暗く感じた。俺が前を歩いて、ユータが後ろを歩いている。しばらく歩いていると、後ろから足音が聞こえなくなった気がした。気のせいかとも思ったけど、なんとなく気になって俺は振り返った。あれ？ユータ？少し間があってから暗闇の中から声がした。何？いるよ。声は少し離れたところから聞こえた。懐中電灯を向けると、ユータは川側の方に立っていた。道から少し外れた石が多い場所だった。何してんだよ。悪い。ちょっと足滑らした。そう言ってユータは笑った。それからユータは道に戻ってきて、また俺の少し後ろを歩いた。やがてキャンプ場の明かりが見えてきて、テントのところにまで戻った。タケルが、おかえりって言って、入れ替わりで匠とレンが橋の方へと歩いて行った。俺は椅子に座って、ぼんやりと火を見ていた。パチパチっと音がして、火の粉が時々空に上がっていった。どれくらい時間が経ったのかわからない。10分くらいだったと思う。やがて匠とレンが戻ってきた。マジでなんもないな、と匠が言った。暗いだけだったよ、とレンも言った。だけどその時タケルが言った。あれ？ユータは？俺は顔を上げる。え？ユータトイレ？そう言われて、俺は周りを見た。テントの中、車の近く、炊事場の方、どこにもユータはいなかった。いや、一緒に戻ってきたけど。俺がそう言うと、匠が変な顔をした。え？俺らが戻ってきたとき、お前とタケルしかいなかったぞ。レンも何も言わずにうなずいた。その瞬間、背中が少し寒くなった。いや、さっきまでいたって。そう言いながらもう一度周りを見たけど、やっぱりどこにもいなかった。その時どこからか水の音が聞こえた気がした。ザーッという川の音ではなくて、もう少し近い、ポチャンという音だった。俺たちはユータの名前を呼びながら川の方へと歩いていった。暗い川は昼に見た時よりずっと黒く見えた。俺たちは懐中電灯を持って川の方へと向かった。さっき、ポチャンと音がした気がした場所の方だった。夜の川は昼間とは全然違って見えた。流れている水が黒くて、どこが浅くてどこが深いのかわからなかった。ライトで照らしても水面が光るだけでその下は何も見えなかった。ユーター！匠が大きな声で名前を呼んだ。でも返事はなかった。少し離れた場所からタケルが言った。なあ、さっきの音、あっちじゃない？指さしたのは、俺とユータがさっき通った道の下、川に降りられそうな石の多い場所だった。俺は少し嫌な感じがした。さっきユータが足を滑らせたって言って立っていた場所になんとなく似ていたからだ。俺たちは足元を照らしながらゆっくりとそこまで降りていった。石が濡れていてかなり滑りやすかった。ユータ、いたら返事して。レンも少し強い声で叫んだ。その時だった。
チャプと水の音がした。みんな一瞬黙って音がした方にライトを向ける。でも何もいなかった。流れている水と岩しか見えなかった。今、なんか落としたよな、とタケルが小さい声で言った。誰も、しなかった、とは言わなかった。俺は川の中をライトで照らした。岩がいくつもあって、水の流れで影が揺れていた。その影の中に一瞬だけ、人が立っているように見えた。膝くらいまで水に浸かって、こっちを向いて立っているように見えた。俺は思わず声が出た。ユータ？ライトを少し上に向ける。でもそこにあったのは人ではなくて少し大きな岩だった。影が人の形に見えただけだった。ユータいた？と匠が聞いた。いや、岩だった。そう答えたけれど、さっき一瞬見えたものがどうしても岩には思えなかった。その時後ろの方から声がした。おーい。全員一斉に振り返った。暗闇の中にライトが2つ見えた。キャンプ場の方から管理人のおじさんともう一人の大人が歩いてきた。匠が連絡していたらしかった。まだ見つからないのか？管理人のおじさんがそう言って俺たちのところまで降りてきた。俺たちは一緒に橋に行ったこと、帰り道で一緒にいたはずなのにいなくなったことを説明した。管理人は少し黙ってから川をライトで照らしてこう言った。流されたかもしれないな。その言葉を聞いた瞬間、さっき聞いた話を思い出した。昔流されて岩に挟まって笑って見つかった子供の話。急に川の音が大きく聞こえた気がした。今日はもう危ないから探すのは明日にしよう。警察にも連絡する。管理人がそう言った。いや、でも、とタケルが言いかけた。その時また近くで音がした。ぽちゃん、と。全員音のした方を見た。ライトを向ける。水面が少しだけ揺れていた。その揺れの向こう側、岩と岩の間の暗い隙間が誰かの口みたいに見えた。俺はなんとなく思った。あそこに何かが挟まっているような気がするって。でもライトをずっと当てていると、ただの岩の隙間にしか見えなかった。それで結局、ユータは見つからなかった。俺たちはほとんど眠れないまま朝になって、親と警察が来て事情を説明して、そのまま家に帰された。帰る前にもう一度だけ川を見に行った。昼間の川は昨日と同じはずなのに全然違う場所みたいに見えた。夜に見たあの黒い水の場所がどこだったのかわからなかった。その時レンが小さな声で言った。なあ、昨日さ、俺ら橋から戻るとき、一回後ろから足音聞こえなかった？俺は何も言えなかった。その夜の帰り道で、俺は確かに後ろから声を聞いた。いるって。あの声が本当にユータだったのか、その時はまだわからなかった。ユータがいなくなってから3日後だった。警察と消防が入って、川の捜索が本格的に始まった、と匠から連絡が来た。俺たちも来るようにと言われて、その日の朝、もう一度あのキャンプ場に集まった。あの日と同じ道を通って、同じ駐車場に車を止めて、同じ川の横を歩いた。まだ川のはずなのに、その場所だけ少し寒い気がした。川の少し下流の方に、警察と消防の人たちが集まっていた。ロープを張って、長い棒みたいなもので
川の中を探っていた。俺たちは少し離れたところでそれを見ていることしかできなかった。どれくらい時間が経ったのかわからない。1時間くらいだったかもしれない。その時、川の中に入っていた人の一人が大きな声を出した。いたぞ！空気が変わったのが分かった。周りにいた人が一斉にその場所に集まる。俺たちも気づいたらそっちに近づいていた。下がってください。と言われたけど、少し離れた場所から川の中が見えた。岩がいくつも重なっていた場所だった。水の流れが少しだけ強くなっているところだった。その岩と岩の間に何かが挟まっていたんだ。最初それが何なのかわからなかった。だけど服みたいなものが見えて、白いものが見えて、それから人の腕が見えた。消防の人が何人かで川に入って、挟まっているものを引き上げようとしていた。でもなかなか動かなかった。挟まってるなぁ。誰かがそう言ったのが聞こえた。だけどしばらくして体が少し動いて岩の間から顔が見えた。その顔はユータだったんだ。目が開いていて口も開いていた。水の中でゆっくりと体が揺れている。そして笑っているように見えた。少し離れたところで警察の人たちが俺に言った。おそらく足を滑らせて落ちて、そのまま流されたんだろう。ここで岩に挟まって動けなくなったんだな。足を滑らせて落ちた。その言葉を聞いた瞬間、あの夜のことを思い出した。帰り道、後ろから足音が聞こえなくなって、俺が振り返った時のこと。暗闇の中にライトを向けたら、ユータは川側の石のところに立っていた。ちょっと足滑らせた。そう言って笑っていた。あの時、ユータの靴は濡れていた気がする。俺は警察の人に聞いた。ここって橋から戻る道の途中ですか？警察の人は少し考えてから言った。そうだな。上流の橋から流されたなら、この辺りに引っかかってもおかしくはない。俺はもう一度川を見た。岩と岩の間に挟まって引き上げられたユータの体は地面に寝かされて青いシートをかけられた。でもシートをかける前、最後に一瞬だけユータの顔が見えた。口が開いたまま笑っているみたいな顔だったんだ。その顔を見た瞬間、思い出した。あの夜俺が振り返って、ユータ？と叫んだとき、少し間があってから暗闇の中から聞こえた声。ここにいるって。もしあの時もうユータが川に落ちて流されてこの岩の間に挟まっていたとしたら、あの夜俺が後ろから聞いた返事は一体誰の声だったんだろう。